私の再婚相手である今の夫は、外資系のホテル勤務で、身なりも交友関係も華やかだった。そんな夫の親友の一人である女性実業家の訃報が入ったとのことで、夫は遠方の葬儀に参列することになったのだ。4日ほどは家に帰らないから。ええ、気をつけていってらっしゃい。そうして夫を送り出した翌日、私は亡くなったと聞かされた夫の親友と遭遇したのだ。驚いた私は彼女に対して亡くなっているはずだと言ってしまい、怒りを買ったが、理由を話すと納得してもらえたので、真相を2人で確かめることにした。その結果、夫の過去と関係のある不埒な事実が明らかになったのだった。私の名前は津波理恵子。年齢は53歳で、両親の経営する花屋で働いている。夫の裕二は55歳で、外資系の大手のホテル勤めだ。私たちは3年前に結婚紹介所を通して成婚に至った。夫の方は初婚だったが、私の方は再婚で、前の夫は15年前に病死しており、息子と娘がいるが、2人ともすでに結婚をして家庭を持っている。独り身の人生に寂しさを感じながら日々を過ごしていたが、両親の知人に勧められて結婚相談所に登録したところ、同い年との結婚を希望していた今の夫と知り合った。夫はホテルマンらしく、見た目も粋なファッションを好み、趣味もゴルフや音楽鑑賞と上品で、眩しい存在に見えた。しかも、夫の交友関係は非常に広くて、同業者はもちろん、ファッション関係者や芸能関係者までいて、親友と称する人物も多く、その半数が女性であることも、私には驚きだった。女手一つで子育てと家業に奮闘してきた私とは、住む世界が違うと戸惑ったが、妻として紹介されていくうちに、夫の親友たちは仕事上でつながりが欠かせない立場の人であることが分かった。こうしたビジネスライクな友人関係は、私から見ると少しドライな感じがしたものだが、ちゃんと友情を伴っているものだと分かる出来事があった。ある日、夫が沈痛な面持ちで私に言った。親友が亡くなったんだ。遠方の葬儀に行くから、数日家を空けるよ。まあ、大変だわ。急いで支度をしましょうね。亡くなった夫の親友とは、夫の同期で赤井さんという名の女性実業家だった。とあるパーティーで私も会話を交わしたことがあり、颯爽として素敵な人だったと印象に残っている。夫はため息をついたり、表情も暗くて、すっかり落ち込んで見えたので、私はそっとしてあげようと思い、あれこれ聞くのを控えた。私が喪服や葬儀に必要な小物類を手早くまとめて、出発準備を整えると、夫は言った。4日ほど家には帰らないから、留守を頼むよ。ええ、気をつけていってらっしゃい。そうして、夫は出かけて行ったのだった。翌日、私は仕事で法事用のお花の注文を受けて配達していた。一仕事終えて、配送車に乗ろうとしていると、後ろから声をかけられた。あら、ゆうじくんの奥さんじゃない。お久しぶりね。私は振り向いて驚いた。え？私の目の前に立っていたのは、確か夫が亡くなったと言っていた親友の赤井さんだった。私が固まっていると、彼女は不思議そうに言った。あら、私のこと覚えてないのかしら。
ほら、赤井翔子よ。あなたの旦那さんのお友達よ。私はやっと声を出せた。はい、覚えています。先日お亡くなりになった赤井さんですよね。焦った私は最悪な挨拶をしてしまった。しまったと思い両手を口に当てると、赤井さんの表情がみるみる険しくなっていく。はあ？あなた何言ってるの？ひどい冗談やめてよ。私は慌てて頭を下げて謝った。すいません、失礼しました。夫がそう言っていたので驚いてしまって。ユージ君が？どういうこと？本当に申し訳ありません。きっと私の勘違いです。恐縮している私の様子に、赤井さんは表情を和らげて尋ねた。そんな勘違いさせるようなこと、ユージ君が言ったの？差し支えなければ、詳しく教えてほしいわ。そこで私が、昨日の夫の話の内容を伝えたところ、赤井さんは激怒した。一体どういうつもりかしら？縁起でもないし、侮辱だわ。私も、夫がどういうつもりでそんな嘘をついたのか、さっぱりわからず途方に暮れてしまった。赤井さんによると、彼女は海外勤務で数ヶ月前に日本を離れていたが、恩師の法事があって、先週一時帰国したというのだ。そんな帰国理由なので友人らと遊ぶ予定はないため、誰とも連絡は取っていないとのことだった。赤井さんは言った。ユージ君も、私が海外で生活していること知っているわ。でも、今日本にいることは知らないのよ。だから、嘘の対象としては、好都合だと思ったのかもね。でも、どうしてそんな嘘を？すぐに電話をして聞いてみます。そう言った私を赤井さんは止めた。ちょっと待って。この私を亡き者にしようとした理由をはっきりさせたいの。ええ、だから主人に電話を。あなたと私が鉢合わせたと知ったら、どうせまたうまい嘘をつくに違いないわ。ここは知らない素振りで探ってみましょうよ。そこで赤井さんがスマホをスピーカーにして私に聞こえるようにして夫に電話をかけた。夫が電話に出たが少し焦った様子だ。翔子さん、久しぶりだな。どうしたんだ？ユージくんお元気？ところで今何してるの？今は仕事だよ。そっちは海外だよな。今は一時帰国中なの。ユージくんの家にお土産届けようかと思うんだけど、伺ってもいいかしら。赤井さんの申し出は夫にとってかなり不都合であるはずだ。私は夫がどう返答するのか聞き入った。果たして夫はしばらく沈黙して考え込んでいるようだった。それはちょっと待って。困るんだ。あら？お仕事中なら奥さんに渡しておくわ。いや、それも困る。今妻は具合が悪いんだ。そうだ、病気なんだよ。呆れたことに今度は私を病気にしてしまったのだ。嘘に嘘を重ね続ける様子に徐々に私は夫に不信感を募らせてきた。さらに夫は言った。そんなわけだからありがたいけどこっちに来るのは遠慮してくれ。ああ、そうなの？それじゃあお邪魔したら迷惑ね。残念だけど誰かに預けておくわ。そうね。ユージ君のいるホテルのフロントにでも預けておくわ。このホテルに？
そんな、嘘だろ。夫が明らかに動揺した声で言った。何か不都合でもある？不都合っていうか、なんで翔子さんがこのホテルのこと知ってるんだ？夫の声は震えてすらいた。ユージ君の職場のホテルの場所くらい覚えてるわよ。ああ、そうか。俺のホテルのことか。私は不思議に思った。ホテルとは、当然夫の職場のホテルのことを言っていると普通は思うだろうに、夫はどこのホテルと思って慌てているのだろう。同じことは赤井さんも感じたらしく、彼女は言った。どこのホテルだと思ったの？ユージ君、まさかとは思うけど、私に嘘ついてる？そんなわけないだろ。俺が翔子さんに嘘つくわけないじゃないか。今ちょっと打ち合わせ中なんだよ。別のホテルのラウンジにいてさ。だから驚いたんだ。ああ、そういうわけね。じゃあ、もう切るわね。奥さんによろしく。赤井さんは電話を切って私に聞いた。どう思う？最後はうまくごまかしてたけど。怪しいと思いました。そうよね。ユージ君の悪い癖が出てきたわね。悪い癖？赤井さんは夫と付き合いが長い分、いろいろと昔のことを知っていたのだが、現在の結婚相手である私には話しづらいこともあったらしい。しかし、今回の夫の嘘に巻き込まれた憤りもあり、知っている限りのことを私に話してくれることになったのだった。実は、夫は過去に女性関係で社会的に信用を失う事態になったそうだ。上司の奥さんとの不倫が原因で、本社の営業部から出向先のホテルの勤務へと異動になったが、私との結婚で既婚者として落ち着いたと判断され、近々本社に戻るめどがついたらしいのだ。不倫相手の女性の旦那さんは赤井さんとも知り合いで、夫の友人同士では公然の秘密として、妻である私には内緒にしていたらしい。私は不安になった。まさか、夫はその元不倫相手と会うために、私に嘘をついて出かけたのだろうか。私の不安を察して赤井さんが言った。実は、彼女はユージ君と二度と会わないって約束で、離婚を回避できたの。じゃあ、今はもう夫とは関係ないんですか？そうだといいけど。念のため、彼女の旦那に連絡してみるわ。そう言って、赤井さんは夫の元不倫相手の旦那さんに電話をした。すると、驚くべき事実が分かったのだ。なんと、元不倫相手の女性は友人と旅行に出かけており、その相手が赤井さんということになっていた。旦那さんは自分の妻と一緒にいるはずの人物から妻の行方を尋ねられたものだからパニックになってしまった。当然、口実に使われた赤井さんも大激怒した。赤井さんは哀れな旦那さんを怒鳴りつけた。あんたね、自分の女房の管理くらいできないの？いつまでわがまま許してるのよ。旦那さんの言い訳としては、自分の海外出張が決まり、出国する前に親しい友人らと旅行に行きたいとねだられて承知したそうだ。おそらく、夫と彼女は最後のデートがしたくて、お互いの配偶者に嘘をついて旅行に出かけたのだろう。私は夫の浮気を確信してショックを受けたが、それと同時に親しい友人を葬式ということにしたり、旅行相手に偽装したりと、手段があまりにも姑息で呆れてしまった。
しかし、さすがに旦那さんもただ奥さんを野放しにしていたわけではなかった。一度裏切られた経験からか、奥さんの携帯を GPS で位置情報が追えるようにしていたのだ。赤井さんは旦那さんから現在の奥さんの位置を確認して聞き出した。その情報を私にも教えてくれたので、この後どうするか考えることにした。夫の浮気を暴くつもりなら、当然その後どうするか気持ちを固めておく必要がある。せっかく結婚相談所で掴んだ幸せだが、どうやら幻だったことが分かった。私との結婚も社会的立場の安定のためだし、浮気相手と会うのにあんなに白々しい嘘をつけるということは、今回の浮気に目をつぶったとしても絶対に繰り返すことだろう。この結婚は失敗だったと私は認めることにしたのだった。二人がいると思われている位置は、とある温泉街のホテルで、夫はこのホテルのことを赤井さんが知っていると勘違いして慌てたのだろう。赤井さんはこの後法事に参列するため一緒には行けないが、必ず二人を懲らしめてやってくれと頼まれた。その日の夕方、私は自分の車でその温泉街のホテルに到着した。フロントに荷物を預けて伝言をお願いし、ロビーの椅子に新聞を広げて読むふりをしながら顔を隠して待っていた。その荷物というのは、赤井さんが不倫相手の女性の旦那さんに頼まれて預かってきたものだった。やがて急いでやってきたらしい夫がフロントに現れた。夫はフロントに向かって尋ねた。俺に赤井って人から荷物を預かってるって本当か？そう聞いた夫にフロントが差し出したものは、とある書類の入った封筒だった。それを広げた夫はガクガクと震え出した。実は、その封筒の中身は2通の離婚届だったのだ。1通は不倫相手の旦那さんのサインが記入済みの離婚届で、もう1通は私のサインが記入された離婚届だった。夫は震える手で電話を取り出した。誰にかけているのか様子を見ていると、私の携帯に着信音が鳴り響いた。私は物陰に隠れて電話を取った。もしもし？お前、どういうつもりだ？離婚届なんていつ書いたんだ？あ、見てくれたのね。それ、ちゃんと記入して、早めに出してね。わけわからんことを言うな。離婚ってどういうことだ？だって、離婚されても当然のことしてるでしょ？はあ？何か勘違いしているようだな。俺は今、葬儀に参加してるんだぞ。ふざけてるのか？葬儀って、赤井さんのお葬式のこと？じゃあ、その離婚届は、天国の赤井さんが届けてくれたのかしらね。なんだと？ついでに、あなたの元上司からの離婚届も届けてくれたらしいわよ。親友のお葬式なのに、その親友の手を煩わせちゃダメじゃないの。夫は黙り込んだ。もうすべてバレたと観念したのだろうか。私も黙って夫の言葉を待った。すると、夫は往生際悪く、こんなことを言い出したのだ。いろいろ誤解があるようだが、後でちゃんと説明するよ。そうしたらこのくだらない書類は捨てていいよな。誤解って何が？それはだな。葬式は別人でちょっとした伝言ミスだったんだ。あとは元上司のことは俺には全く心当たりはないよ。
これ以上夫の嘘を聞くに耐えなくなった私は、こちらの手の内を晒すことにした。もう全部バレてるから、これ以上醜い嘘は聞きたくないわ。あのね、あなたの浮気相手は GPS で位置情報が知られているの。あなたと同じホテルにいることは分かってるのよ。え？ GPS？ そうよ。それに、私は赤井さんと会って話を聞いているの。昼間にあなたが赤井さんと電話で話していたとき、私はそばで聞いていたのよ。は？まさか、嘘だろ。嘘だろうはこっちのセリフよ。私たちの結婚は、最初からあなたの嘘で塗り固められていたのね。まんまと騙されて利用されたわ。いや、落ち着けよ。落ち着いているわよ。今が一番落ち着いているから、あなたの嘘がよく聞き分けられるわ。これまでの私は、上辺だけのあなたとの再婚に浮かれてただけで、何にも見えてなかったのよ。夫はついに言葉を失ったようなので、私は姿を現した。私の姿を見た夫は驚いて目を丸くしたが、すぐにうなだれてこう言った。すまない。許してくれ。私はそんな夫に向かって告げた。許すつもりはないわ。けじめをつけてください。その後、私は実家へと戻り、夫と協議離婚を成立させた。浮気の慰謝料として元夫からは150万円を受け取り、浮気相手の女性には75万円を支払わせた。結婚期間が短いことと、お互いに共有財産がないことや、私が再婚だったこともあり、慰謝料は少ない額となったが、私は満足した。慰謝料を支払わせることによって、相手の有責であるという証明になるのだから、それは金額より大切なことと考えたからだ。また、海外に帰っていた赤井さんからその後聞いたところによると、今回の離婚騒動は、元夫の交友関係が広いことがあだとなって、あっという間に広まったらしく、元夫は現在の職場でもさらに信用を失って、地方の事務所に左遷されてしまったそうだ。そして浮気相手の奥さんは、今回はとうとう離婚されてしまい、高額な慰謝料を旦那さんに請求されているとのことだった。旦那さんは元夫にも慰謝料を請求しているらしく、どうやら私に支払った額の3倍の金額だということだった。再婚に失敗した私のことを、両親は温かく迎えてくれて、息子と娘も駆けつけて慰めてくれた。その時に、私が浮気現場に乗り込んだ話をすると、家族は驚きながらも感心してくれたので、私は苦笑してしまった。もう結婚はこりごりだと思い、亡くなった主人の遺影に向かって私はつぶやいた。あなた以上にいい人はいないみたいね。遺影の主人が得意げに微笑んだように見えたのだった。